はい、どうも藤井です。今回は自分が10代後半バンドブームの時期に密かに好きだった千脇真由美さんを紹介します。千脇真由美さん、千秋直美さんとちょっと字面が似ていますが全く関係ないです。当時よく間違われたり勘違いされたみたいですね。もしかしたら僕ら以降の世代には馴染みのない名前かもしれません。しかしそのパフォーマンスを見たら絶対忘れない強烈なインパクトのある方でした。今回はセカンドアルバムアタックトリートメントを中心に紹介します。千脇真由美さんは東京都出身、ご自身で幼少期からミーハーだったと語っていて、3、4歳でタイガースやビートルズが好きだったようです。そして T-Rex の大ファンだったことはよく知られていて、10歳にして来日したマーク・ボランの出待ちをしてマークに頭を撫でてもらったっていう逸話があります。大学時代からバンドのボーカルとして活動、ラ・メニューというニューウェーブ系のバンドを結成し、後にメンバーが抜け星渉さんと千脇さんだけとなりメニューと改名、テクノポップユニットとして活動します。メニューは1983年にユピテルレコードのオムニバスアルバムに参加した後、1984年にミニアルバムドドンカドン楽々気楽を続けてリリース。1985年に東芝 EMI に移籍しリミックスアルバムリフェイスをリリースしますが、同年解散しています。メニューの時の千脇さんのボーカルスタイルは裏声を使ったすっとんきょうなもので、今風に言えば電波ソングみたいなものでしょうか。当時は本当に極物としか見られてなかったようですね。で、同じ1985年にシングル Good Morning I Love You と Jewels というミニアルバムでソロデビュー。ソロになった千脇さんはピンクの岡野はじめさんのプロデュースでニューウェーブとグラムロックを融合した音楽性になっていきます。確かこの辺りからしばらく千秋さんと岡野さんは公私ともにパートナー関係にあったと思いますが、違ってたらごめんなさい。1986年にファーストフルアルバムエンジェル We Are Beautiful をリリース。作家陣も面白くて、ピンクのメンバーに加えサロンミュージックの2人、巻上光一、沖山裕二といったニューウェーブ人脈に加え、作詞で漫画家の倉持房子さんが参加しています。2曲目リトルスージーなんてもろ T-Rex ですね。人工的でキッチュな印象はメニュー自体と共通していますが、普遍的なポップさ、ロック的かっこよさのあるアルバムだと思います。そして1987年にセカンドアルバムアタックトリートメントをリリース。1曲目シングルカットされたオーロラガールと2曲目プリーズプリーズはフィルムスというニューウェーブバンドをやっていた赤木忠二作曲、外間貴文作詞。どちらもドリーミーでキャッチーな曲です。プリーズプリーズは黒糖ツインズっぽさも感じられますね。3曲目妖精の海はジューシーフルーツなどの沖山裕二作曲、スネア頭打ちのポップな曲です。4曲目あなたなくなるは非歌集の巻上光一作詞、作曲はサロンミュージックの吉田仁。ひねくれたグラムっぽくもパンクな曲です。千秋さんの地声での歌がダーティーでかっこいいです。5曲目エンジェルダスト。こちらは典型的なグラムロックサウンドですね。作詞千脇真由美、作曲は沖山裕二。ギターはウィラードのシンが弾いていますね。6曲目ピストルソング。ルースターズの下山潤作曲によるパンキッシュな曲。ギターも下山さんが弾いていて、おそらくジグジグスパトニックに触発されたアレンジだと思うのですが、どうでしょう。こちらも地声での歌がかっこいいです。7曲目シネマキネビュラ。作曲は岡野はじめ。前の曲に続いて下山潤さんがギターを弾いています。エレクトロなバックと下山さんのロックなギターの絡みが最高にかっこいいです。8曲目スキャンドール。作曲はホッピー神山。サーフロック系の曲で
ディック・デイルとかが元ネタかなとも思いましたが、 B50s っぽくもありますよね。途中ドリームポップ的なパートがあるのも面白いです。9曲目、ムーンライト・マッドネス。再現感のあるミディアムテンポの曲です。当時聴いた時は印象薄かったのですが、今改めて聴くとかなり好きでした。10曲目、優勢少女フィオラ。作曲はウィラードのジュン。作詞はファントムギフトのピンキー青木という意外な組み合わせの曲です。このあたりが千秋さんのセンスというか、自分の好きなアーティストをみんな集めて作ろうというファン体質みたいなものが現れていると思うんですけど、そのおかげでこれは最高にかっこいい曲になっていると思います。ウィラードのジュンさんが作曲してシンさんがギターを弾いているので、ほとんどウィラードの曲に聞こえますね。そこにレトロフューチャーな感じの歌詞が乗り、SF でファンタジーなパンクになっています。いや、これはめちゃめちゃ好きな曲です。かっこいいですね。はい、以上10曲のアルバムでした。自分が千脇真由美さんを知ったのははっきりとは覚えていないのですが、多分エンジェルが雑誌で紹介されていて、ピンクのメンバーが関わっているということで気になっていました。その後しばらくしてテレビに出ているのを見てぶったまげましたね。なんでかというと、その衣装です。いわゆる SM の女王様のようないでたちで、当時14、15歳だった自分はもうそれはもうドキドキものでした。で、その時は正直ビジュアルのインパクトがすごすぎて、曲がどうだったかどう思ったか覚えていないんですけど、それからしばらくしてラジオでオーロラガールだったかシネマアキネビラだったか、どっちもだったか忘れましたけど、これ聞いてこれは良いと思ってこのアルバムを買ったんですね。そしたら当時自分はウィラードとかルースターズとか聞いてたんで、名前が載ってることに興奮して、実際曲もかっこいいし、即お気に入りのアルバムになりました。同じ1987年にサードアルバム Dangerous is my middle name をリリースしますが、当時自分はこれ買わなかったんですよね。多分欲しかったけどお小遣いが足りなくて泣く泣くスルーしたように思います。翌1988年にはフォースアルバムグロリアをリリース。こちらは当時聴いてかなり好きなアルバムでした。そしてちょっと間が空いて1992年にフィフスアルバムエロティック&ペインをリリース。この頃には自分はちょっと関心が薄れていて、これは聞いていないんですけど、調べてみたら作家陣がやばいですね。ざっと、白井亮明、吉田美奈子、山下達郎、小西康晴、高橋幸宏、田島隆夫、大沢義行、そして自分と同郷の詩人の地の辻睦史さんも作詞で参加しています。これはちゃんと聞かんといかんやつですね。で、その後千脇真由美としてのリリースはベスト版を出しているくらいです。あとは2000年頃チャラやジュリマリのユキラとミーンマシンというバンドを組んで活動しましたが、1年ほどの限定的な活動でした。その後は目立った音楽活動はしてないようですね。今こうやって千脇真由美さんの作品を改めて聞いていると、すごくマニアックなことをやっているようで、自ら語っていたミーハーさがよくわかる気がします。ミーハーというか、自分の好きな人をみんな集めて一緒に仕事をしたいという、それをストレートに出してアルバムを作ってたんだろうなという、そんな感じですね。その千脇真由美さんのアルバムに参加しているメンバーっていうのが、世間一般的にはどうかわからないですけど、自分にとってみたら、うわすごいメンバーだってなるんですよね。そんなわけでこのアルバム、個人的には豪華絢爛でワクワクの詰まったアルバムです。はい、というわけで今回は千脇真由美さんを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。